はい、早速おいでいただきましてありがとうございます。それではエレナさんの方にお会いいただきますようお願いします。準備をしようとしたらね、すぐ来られました。はい、お願い。はい、はい、はい、それではエレナさんの方にお願いします。はい。はい、おいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではお名前を教えていただいてよろしいでしょうか。うなぎ太郎です。うなぎ太郎さん。はい。どうも失礼いたしました。はい。はい、それでは、簡単な自己紹介とお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。私は江戸の時代に、うなぎを取っていたものです。はい、そして、それを人々に、美味しく食べてもらおうと思って、いつもこのかば焼きを作って、出していたものですね。うなぎの漁をしながら、まあ、かば焼きを焼いて売っていたものです。ほぼ気持ちはうなぎと同化しているというふうに、自分では思っています。自己紹介はまあそんなとこなんですけれど、ありがとうございます。それでは、それからだいぶ時間も経ちますけども、今非常にうなぎがね、有名になっております。今のお言葉をいただければと思います。よろしくお願いします。はい。もともとね、まあこのうなぎを美味しくね、食べれるように、ということを昔の人が考えて、初めてこのうなぎを捕まえて食べてみようと思った人はすごいと思いました。なんでこんなものがうまいのか、初めは少し気味が悪かったと思います。しかし今やこのうなぎの姿を見ただけで、美味しいということを誰しもが連想するだろうと思います。そこに至るまでには幾多の困難があり、これをいかに料理すれば美味しいうなぎになるかということを先人たちはそれを日夜試作を作ってやっておったわけであります。そして我々の時代にはそれがもう本当にうなぎのかば焼きとして、美味しく食べれるような、ただこれは庶民の食べ物というような気楽に食べれるもんではなかったわけです。だから非常に、珍重されるものであり、殿様とか、身分の高いお方が食べられるものではあったということです。ただそれでもこのうなぎのかば焼き珍しい、非常に珍しい、ということもあり、町人のあるいは商人、いろいろな人たちの口に入るまでには随分と時間がかかったと思います。それでも人々はうなぎがうまいということを覚えて、いち早くこれを食したいという思いからはるばるここまで歩いてやってきて、うなぎを食べて、そしてまた精をつけて帰っていくということがとても多くなりました。そういったこともあって非常にうなぎの養殖など天然のものもあったし、いろいろと盛んに漁をしておったわけです。まあそのような歴史があって、ここはまあうなぎの料理とともに栄えてきた町であるということが言えます。今なおその味を親しんで楽しんでくれる人がいるということは
非常にありがたいことであり、私としてもこのうなぎをパタパタといつも焼いている、この仕事がとても楽しい。人々の喜ぶ顔を見るのが嬉しいというようなことで、今日もまた元気にうなぎを焼くわけであります。そういったことでこれからもますます多くの人にこのうなぎを楽しんでもらって、この町が栄えるようになればいいなといつも思っています。そういうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。前回のその水害で、一時期その味が途絶えたわけなんですけども、ちゃんとその味を覚えている方がおられて、再度作っていただいたということで、非常に守られてるんじゃないかなと思いますね。はい。本当に、長い間、って言いますかね、この栄えるために支えていただいたんじゃなかろうかと思います。はい。はい。どうも本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、まさかね、うなぎがね出てくるとは思いませんでしたね。そうですね。うなぎをやってた人がね。うなぎをそうやっていた方ですね。パタパタとこう炭でね。そう。そんな雰囲気がありましたね。下はこうね、ふんどし姿やったですね。はい。取りに行ってる時はそうでしょうね。ですね。焼いてる時はこう着物を着て。そうですか。私にはもうふんどし姿しか見えなかったです。うちわでこうやってました。はい、どうもありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。